つもご視聴いただきありがとうございます。今回は、現在、私が所有している油性色鉛筆を紹介します。私は、画材オタクですが、コレクターではないので、使わないものは、どんどん人に譲っています。それでも、まだいっぱい持っているので、この動画で、皆さんに紹介しつつ、断捨離候補を選考したいです。まずは、日本の学童用色鉛筆の定番、トンボと三菱の色鉛筆。トンボと三菱の詳しいレビューは、過去に動画を投稿しているので、そちらをご覧ください。リンクを概要欄に貼っています。日本の学童用色鉛筆は、1本100円以下で買えるのに、品質がとてもいいです。贅沢を言わせてもらえば、もっと色数を増やしていただけたら、もう文句なし。これは、アメリカの学童用文具の定番、クレヨラの色鉛筆です。色数は、現在、150色以上あります。クレヨラ色鉛筆は、日本の学童用に比べると、芯が硬くて、発色が悪いです。クオリティコントロールも悪くて、このような不良品が普通に入っています。アメリカでは、品質相応の安い値段で買えますが、日本だと、馬鹿らしいほど高いので、全然おすすめしません。はい、今回も、全く忖度なしの意見を言わせていただきますので、覚悟してみてくださいね。このケースには、ダーウェントの南進系の色鉛筆を入れています。カラーソフト色鉛筆は25本だけ持っています。カランダッシュのパブロも数本入っています。パブロは40色セットを持っていましたが、乗り心地が好きではなかったので、人にあげました。ドローイング色鉛筆は全24色しかありませんが、渋いアースカラーが揃っていて好きです。クレヨンみたいに、ぽってりと塗れます。あまり、たくさんの重ね塗りには向いていないと思います。ライトファスト色鉛筆は50本ほど持っています。名前の通り、耐光性に優れたプロ用なので、高価です。日本だと、1本、700円くらいします。芯は、柔らかく、重ね塗りも簡単にできます。これは、クロマフロー色鉛筆です。白状すると、このクーガーの絵に惚れて、ジャケ買いしました。クロマフロー色鉛筆は、ダーウェントのホビーユーザー向けなので、他の商品に比べると比較的安価です。私にとっては、カラーソフト色鉛筆よりも、クロマフロー色鉛筆の方が、重ね塗りも、混色も簡単にできて好きです。ただ、一つ難点を挙げれば、他のダーウェント色鉛筆に比べて、軸が細くて、手が疲れやすいです。こちらは、ダーウェントの、硬い芯系の色鉛筆です。ダーウェントの硬い芯の色鉛筆については、過去に詳しいレビュー動画を投稿しているので、そちらをご覧ください。リンクは概要欄に貼ってあります。ダーウェントの中で、一番硬い芯の、アーティスト色鉛筆です。彩度が低くて、淡い色合いが、好きな方に向いていますが、癖が強い色鉛筆なので、初心者にはおすすめしません。スタジオ色鉛筆は、アーティスト色鉛筆と同じ芯を、細くした色鉛筆で、細かい部分の色塗りに適しています。プロカラー色鉛筆は、アーティスト色鉛筆やスタジオ色鉛筆と比べると、芯に粘り気がなくて、重ね塗りがしやすいです。トンボ色鉛筆の色辞典は、同じような硬い芯の色鉛筆で、一緒に使うのには適しているので、ダーウェントにない色を選んで同じケースに入れています。このケースには、トンボ色鉛筆の色辞典の全色の100色と、黄色缶の36色を入れています。色辞典は、
海外製の色鉛筆にはない素敵な色が揃っていますが、芯が硬くて発色がいまいちぬ、重ね塗りもあまりできません。重ね塗りしやすい黄色缶のトンボ色鉛筆とは使用感が全然違います。発色よく塗りたいときは重ね塗りは諦めてゴリゴリと強い力で塗るとか、あるいは表面に凹凸のテクスチャのある紙を使用するといいと思います。これはファーバーカステルのブラックエディション、ホビーユーザー向けの色鉛筆のスッキンカラーセットです。海外 YouTuber にはよくベタ褒めされていますが、あまり発色が良くないし、塗り心地が悪くて、私はあまり好きではありませんでした。このケースには、スタビロの色鉛筆を入れています。スタビロの子供用、太軸色鉛筆です。手が痛い時には、太軸色鉛筆の方が使いやすいです。スタビロ、オリジナル色鉛筆です。全38色です。使用感は、黄色缶のトンボ色鉛筆とよく似ていて、とても滑らかな塗り心地で、重ね塗りもできます。神経が 2.5mm と、一般的な色鉛筆よりも細いので、広い範囲を塗るのには、あまり適していません。これは、アリエクスプレスで購入した、中国製の色鉛筆です。モランジーカラー48色セットで、1800円くらいでした。モランジーカラーとは、グレーを混ぜた、くすみカラーのことです。お安い、値段相応の発色ですが、100均色鉛筆とよりは、全然クオリティはいいです。こちらは、中国製色鉛筆、ブルートフナーのパステルカラー色鉛筆です。モランジカラー色鉛筆と同様に、発色がそこそこ良くて、値段も安いので、趣味の塗り絵に使うのには、ちょうどいいクオリティだと思っています。テムで購入した蛍光色色鉛筆50色セットです。テムのセールで1000円くらいでしたが、最近は Amazon Japan でも販売されているようです。蛍光カラーは最後の仕上げに塗ると独特な表情が出るので、最近よく使用しています。でも、もちろん耐光性はちっともないと思うので、そこは注意してください。こちらは氷色鉛筆の蛍光色セットです。どちらもクオリティは同じくらい。ミラの子供用太軸色鉛筆のスキンカラーセットです。しっかりした作りでチープ感はないですが、芯が硬くて発色はかなり薄付きです。同じくミラの子供用太軸色鉛筆のメタリックカラーセットです。先ほどと違ってこっちは芯がとても柔らかくてクレヨンみたいにこってりと色が塗れます。三角軸と六角軸のタイプがありますが、違いはよくわかりません。このケースにはホルベイン色鉛筆を入れています。現在所有しているのは60色くらいです。海外では超高級色鉛筆を使いされているパルベインですが、国産なので1本200円くらいで買えます。海外製にはない色がたくさんあって魅力的ですが、残念ながら私とは相性は良くないみたいです。ホルベインはハイライトや影を入れるときなど限定的に使用することが多いです。これはブルートフナーの四角軸タイプの色鉛筆120色セットです。ブルートフナーと書かれた色鉛筆セットは多種類ありますが、このセットが私の一押しです。他のブルートフナーよりも発色が良くて混色がしやすいです。セット配色も偏りがなくて使いやすいです。Amazon Japan では
72色と120色セットが売っていますが、120色セットが使いやすくておすすめです。これはマルコルノワール120色セットです。中国製色鉛筆です。大昔に投稿した動画でも紹介していますが、芯が柔らかくて発色がそこそこ良くて使いやすいです。最近 Amazon Japan でも発売されているようです。これはレディ色鉛筆72色セットです。アリエクスプレスで売っています。発色はまあまあで滑らかな塗り心地で2000円くらいなのでコスパはいいと思います。こっちはマルコトリブート120色セットです。先ほどのマルコルノワールの上位版です。マルコルノワールの上位版なので、当然、値段もマルコトリブートの方が高いわけですが、正直言って、使用感はマルコルノワールよりも優れているようには感じません。なので、買うなら、マルコルノワールの方をおすすめします。で、この色鉛筆、コヒノールのスキンカラーセットです。一応、アーティストグレードの色鉛筆らしいですが、発色がいまいちで、重ね塗りもあまりできないし、芯のキメが粗くて、ちっとも好きではありません。コヒノールの色鉛筆は、油性も、水溶性も、どちらも塗ってる時に、粉がいっぱい出るのも嫌い。こちらは、ティラの、ポリカラー36色セットです。色によって、傘がさすと、引っかかるような塗り心地のものがあります。世界堂では、ポリクロマスよりも、こっちの方が高い値段で売られていますが、私は、この色鉛筆は好きじゃないです。これは、フローウッドという中国製の激安色鉛筆で、160色セットで1600円でした。中国では、自社工場で生産するのではなく、色鉛筆工場に生産委託をして販売するのが一般的なので、見た目だけ少し変えて、芯は同じという商品が山ほどあります。このような黒の軸のデザインの中国製色鉛筆は、名前は違っていても、中身はほぼほぼ同じと思っていいです。マックス成分が多くて、そんなに重ね塗りできませんが、何せ安い色鉛筆なので、このような広い範囲のベタ塗りなどには、躊躇なくじゃんじゃん使えて便利です。ファーバーカステルのポリクロモス120色セットです。発色は鮮やかで、芯のキメが細かくて、滑らかな塗り心地、重ね塗りが簡単にできて、質の良さで、塗り手の技量のなさを補ってくれるから、大好き。欲を言えば、ベージュ系の色を増やしてくれたら、もう完璧。これは、カランダッシュのルミナンス。ダーウェントのライトファストに並ぶ、超高級色鉛筆です。現在所有しているのは、40本くらい。ポリクロマスに足りない、ベージュ系の色を中心に買っています。ルミナンスは、不透明度が高いので、水彩や、アクリル絵の具の上に重ね塗りするときに重宝しています。色名がむっちゃ小さくて全く読めないところが不便です。この世で一番柔らかい色鉛筆、プリズマカラーの150色セットです。ここ数年で値段が倍くらいに跳ね上がってしまったので、買いにくくなりましたが、使いやすいので、ファンはいっぱいいると思います。プリズマカラーと同じ芯を使用している、日本で売ってるカリスマカラーですが、残念ながら、今年末で生産中止になるそうです。アー
ティックス色鉛筆126色セットです。プリズマカラーを一生懸命に真似ようとして出来上がった中国製色鉛筆です。発色や色味はプリズマカラーと同じとは言えませんが、全般的に使いやすい色鉛筆だと思います。過去に詳しいレビュー動画を投稿しています。リンクは概要欄に貼ってあります。このケースにはいろんなブランドのメタリック色鉛筆を入れています。ダーウェントのメタリック色鉛筆は芯がとても柔らかくて不透明度が高いです。黒い紙に塗るととても色が引き立ちます。中国製のカラー色鉛筆とシャトルアートのメタリック色鉛筆セットです。どちらも発色がいまいちで多少引っかかるようなガサガサした塗り心地です。ダーウェントと違って黒い紙に塗ると全色とも同じように見えてしまうので、白い紙専用にした方が無難です。シャトルアートの色鉛筆は全般的に中国製色鉛筆の中でもレベルが低いのでおすすめしません。これは氷色鉛筆120色セットです。元は日本の会社ですが、現在はタイで製造されています。中国製色鉛筆よりは少しだけ高価ですが、柔らかい芯で混色が簡単にできて使いやすいので、ホビーユーザーにおすすめです。ツインタイプやいろんなセット数から選べるので、お試しもしやすいと思います。もしかしたら押し入れの中にまだ色鉛筆があるかもしれませんが、皆さんも飽きてきた頃だと思うので、この辺で終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。